冷蔵庫からこのタッパーを取ろうと思って、こう取ったところでちょうど落として、この下にこの前ひびが入ったって言ったこのコーヒーメーカーのガラスジャグね、これをね捨てようと思ってゴミの日までここに置いとこうと思ったんですが、ここに直撃して、その衝撃で完全にそこの部分がもう完全に割れてしまいました。いつ粉々になるかなと思ったら、まさか自分で壊してしまったというね。もう取れんじゃない、この輪っか。簡単に割れる。危ない。いや、もう本格的に梅雨が来ましたよね。もう明後日ぐらいは雨続きなので、もう外に洗濯物を干せず中干ししてますけれども、全然乾かないですね。これ今日朝の6時くらいにこれ洗濯物干したんですけども、今8時ですよ、夜の。ですがこれちょっと心配になるくらい、明日まで乾くのかもわかんないぐらいですよね。エアコンの除湿を設定温度を20度くらいにして、さすがに寒いくらいなんですよね、人間には。あそこの照明の揺れ方見てもわかると思いますが、結構エアコン回してるんだけど乾かない。やっぱこれ除湿機必要かな。そう、この前除湿機壊れて除湿機新しく買おうかなと思ってたんですが、なんかやっぱりいらないかなみたいなこと言ってね、買うって言ってたんですけど、結局買わなかったんですよね。ただやっぱ必要なのかな。でも梅雨の時期ってそんな長いわけじゃないから、なんとか乗り越せないかなっていう感じですけど、これいつ乾くんだろう。この PC につないで使ってるエーサーの28インチ 4K モニター。ちょっとやってみたいことがあって、このモニターって3方向がベゼルレスというか、端っこまで画面のガラスがあるタイプで、下にだけこう帯状に太いベゼルが一方向だけあるっていうタイプのモニターなんですけれども、これをね、上下逆にするとなんかスタイリッシュでかっこよくなるらしいんですよ。まあ上下反対にするんで、下側がそのベゼルレスの部分になるわけで、太い帯が上に来るっていう感じになるんですけれども、まあ完全にかっこよさとか見た目が変わるっていうだけなんですけれども、ちょっと気になるんでやってみます。で、その前にあれですよね、このディスプレイの表示の仕方を逆さにしときます。どうやってやるんだろう。これかな。ローテーションスタンダードってなってるのを180度かなにします。で、これあれだね、何秒以内かに押さないと、ちょっとマウスの操作が全部逆になって、あれですけど、今、コンティニューにしたんで、だいたいこういう設定って戻せなくなると、あれなので、数秒後に元に戻るって、Windows もそうですけどね。でも今、コンティニューをしたんで、このままの状態が固定されると思います。ということで、ちょっとモニター移動してみます。移動っていうか、なんていうの、位置をね、これモニターアームに取り付けてるんで、やってみます。その左右反転。やってみます。なのであれですよね。モニターアームがないとできないですけど、付属のスタンドだとあれですけれどもね、ちょっとやってみます。一旦ここでデスクの上でやるとぶつかっちゃうんで、一回逆側に持ってきて、ここがクランプの部分が外れないように注意して、で、ここで MacBook 使う時ぐらいしか使わないんで、そんなに使用頻度高くないと思うんですが、こんだけ酷使するんだったらやっぱり外付けキーボードあった方がいいかなっていうのと、あと結構この MacBook の内蔵キーボードも壊れたりするとすごい修理費用高いんですよね、これって。で、しかも修理に出してられたら使えないっていうのもあったりとかするんで、もしこいつが壊れるとその高い修理費用払うか、Bluetooth のキーボードを買って一緒に持ち歩くとか、そういうことしないといけなくなるんで、壊れる前にちょっとこの MacBook の、内蔵キーボードの酷使はやめた方がいいなと思ってね、もう一度外付けのキーボードを探そうと思ってます。で、第一候補がこのキークローンっていうブランドのキーボードですね。ここのキーボードを私以前にも持ってて愛用してたんですよ。キークローンの K3 だったかな。ロープロファイルの少しストロークが浅いキーボードだったんですけど、それの赤軸を使ってたことがあって、で結構デザイン的にも、打鍵感的にもちょうどこういうやつですね。こういうやつ、これは今違うやつでしたけれども、あれの転勤がないバージョン使ってました。デザインも打鍵感も結構好みだし、カスタマイズが効くんですよね、ここのブランドのキーボードって。なので第一候補はここのキークローンというブランドの最近結構有名になってきましたけどね、ここのキーボードかな。でね、ロープロファイルのものじゃなくて、ちゃんとストロークがあるキーボードがいいんですよね。前そのロープロファイルの K3 を使ってた時も、ちゃんとストロークあるキーボードの方、ロープロファイルはロープロファイルで好きだったんですけど、ストロークあるキーボードの方がなんか、もう使ってみたいなって思ったので、これと、
あとできれば点キーのあるフルサイズキーボードがいいですね。点キー結構使うんで、このね、マイクロソフトの外付け点キーも持ってるんですが、もうこれも外出用、外で使うように買ったものなんで、なるべくなら家ではそのメカニカルスイッチのストロークがある点キーもそういうもの使いたいなって思ってて、できればフルサイズキーボード。ただね、ここのブランドね、結構人気もあるし、そんなに大量に作るもんじゃないんですよね。なので、結構品薄なので、運もあるんですよね。その、お金の問題だけではなく、運もあるんで、自分好みのキーボードをゲットできるかっていうのは。軸は赤かなと思ってます。赤が一番好きですね。で、US 配列のもの。なぜ US がいいかっていうと、スペースバーが大きいからですね。それとロープロファイルではないもので赤軸で点キーありの 100% キーボードなんですが、これだけわがまま言うと見つかんないかもねっていうのはあるんで、できればすぐ欲しいとこなんですが、出会えたら買うっていう感じですね。この公式のサイトで買えれば一番いいんですけど、メルカリとかでも結構出品してる人、そう、ここのキーボードって自作キーボード、基板の状態とかでも売ってたりするんで、そういうので自分で組み立てた人とかがメルカリとかに出品してたりとか、確かヨドバシでも買えた気がしますね。ヨドバシには展示品があって触れるし、でなんか公式サイトに在庫なくてもヨドバシにあったりするんですよね。なのでその3つ、公式サイトと、メルカリとヨドバシを、ぐるぐる見ながら出会えたら買いたいですが、あまりにも出会えなかったら条件を緩めるか別のブランドにするかもしれないですが、でもちょっとキーボードはねこだわりたいところではあるんで、すぐにポチらずにちょっと長い時間かけて調べようかなと思います。土曜の夜だからか全然動かないわ。動かないんですけど、もう全然動かないんでここで紹介しますが、このね一番欲しいのはこの Q シリーズっていうやつですかね。この Q シリーズっていうのが、ここにも書いてあるんですけど、フルメダル、金属筐体のキーボードなのでめちゃくちゃ打鍵感がいいんですよね。この普通の、K シリーズとか私の使ってた K3 とかもそうだ。でも K3 はどうだったな、アルミニウムだったかな。ですがね、やっぱ、メタルの筐体のキーボードってもうプラスチックのキーボードと全然違うんですよね。打鍵感が全くの別物で、ちょっとそれが欲しいなと思ってるんですが、これもなかなか品薄ですし、ちょっと手に入るかは微妙。この Q シリーズで、さっきの条件を満たすものがいいんですけど、さすがにそこまで、わがまま言うと見つかんないと思いますけど、消した時の見た目もこっちの方がいいかもな。下側がスッキリしてる感じがいいですね。で、この上の帯の部分とこのバーライトがすごい統一感あってかっこいい感じですね。本当はね、このモニター買った時はね、4辺ベゼルデスのモニターが欲しかったんですけど、高すぎて買えなかったんですよね。今は結構安くなってて手軽に買えますけれども、その5年ぐらい前はまだ4辺ベゼルデスモニターって高級だったんで、でもこの使い方であればむしろこの帯があった方がかっこいいまであります。そう、裏面こんな感じになったんですよね。この、ケーブル類が上を向いたので、ここら辺の管理はしやすい。で、下側がね、こんな感じでね、傾斜がついてたんですよね。なので、スルッとバーライトが抜けてしまうっていう問題があったんですけれども、裏面のデザインもむしろこっちの方がいいかも。そう、私背中、モニターの裏側が壁じゃなくてこんな感じで見える配置なんで、なんかね、正常な向きで置くと、なんかゲーミング感が強すぎて、ゲーミング感、これね、一応なんかゲーミングモニターらしいんですけど、ゲーミング要素を主張してるのがあんま好きじゃなくて、なのでこっちの方がデザイン的なしっくりするとか、よりカクカクしたようなデザインでこっちの方が好きですね。雨がもう結構ひどい。うわうわうわ。打ちつけるような雨です。ポチッと。そんなこと言いましたが、メルカリでちょっとあまりにも条件がいいのを見つけてしまったんで、購入してしまいました。で、ちょうどね、メルカリの残高があったんですよね。なので、その残高ちょうどくらいだったんで、ポチってしまいました。てか条件的には結構いいかなって思ったものだったので、それは届いたら紹介しますので、お楽しみに。まさか今日いいのが見つかって購入できるとは思いませんでした。もうこれ完全に運命なんでね。結構キーボードとかね、調べてはいたんですけど、全然見つからなかったんで、朝までには乾きそうな希望が見えてきた。でもこれ丸1日かかるんですね。さすがこの時期しんどい。外に干せないのってこの時期ぐらいですからいいんですけどね。こっちは冬とかもあんま雪降んないし乾燥してるんで、最近寝起き悪いんで朝散歩出てくようにしてます。もう起きたら
すぐ散歩に出てきて、でもなかなかこれが気持ちいいんですよね。朝のこの澄んだ空気を吸うと。で、結構少しでも歩いてすっきりするんで、かなり効果的です。ちなみにコーヒーはこのミルクジャグに入れております。一人分だったら完全これでいいじゃんっていう感じですね。この保温も効くし、ちょうど2杯分ずつ入れられるんですよね。お供はこのスティックラスクチョコ。洗濯物これまだ微妙にしけってるんですよね。丸1日経っても乾かないという。昨日上下反転させたモニターで作業してみましたが、なんかやっぱこっちの方がやりやすいですね。本来の使い方とは違うんですけどね。でもこういうタイプのモニターの場合、なんか左右反転させた方が、下にベゼルがない方が使いやすいかも。やっぱ PC のモニターとかって、動画編集とか特にそうですけど、下側の方が、見てるんですよね。なので下にベゼルがないっていうのはいいし、やっぱこのバーライトがついてるから、上に帯があった方が統一感がやっぱりあるんですね。なんかすごいこっちの方が使いやすかったです。1時間ぐらい昼寝してて、今散歩に出てきました。いや、あったかいですね。てか日差しが超強い。そう、今日もなんか午前中までは雨がパラついててどんよりしてたんですが、午後になってから結構晴れてきたんですよね。で、この隙に散歩。アップルウォッチをね、忘れてきたという。これなんかもう完全腕についてることが当たり前になってますけれども、いざないとすごい不便ですね。やばい、全身黒だから蜂が寄ってくる。いや、暑いな。なんか日光がね、春の日光と違うんですよ。すごい強力。さて、ついでにビールとおつまみでも買っていこうかな。よし、散歩の後も作業してて夕方になりましたね。あと昨日キーボードポチってしまったんで、それが来るのが楽しみすぎますね。ただね、点キーはないものにしたんですよね。なので点キーは新しいキーボードが来てもこのマイクロソフトの、ナンバーパッドを使うと思うんですけれども、いずれは、メカニカルのスイッチの点キーが欲しいんですよね。なかなかそれも探すの大変なんですけれども、別に点キーに関してはこれあるから急ぎではないんですけれども、ちょっと探してます。でもよくよく考えてみたら点キーレスのキーボードで良かったかもしれないですね。点キーあるキーボードだとマウスとキーボードの距離が遠くなっちゃうじゃないですか。ここですね。あれがあまり好きではないんで、なるべく右手と左手近い位置に置きたいので、ここの移動をスムーズに。だから私このマウスの右に点キーを置くのが好きなんですよね。なので点キーはやっぱり別で、探します。で、単体のマジックトラックパッドもこれもまた使用費の高くなるんじゃないですかね。今度またキーボード来たらこの MacBook はクラムシェルモードで使おうと思うんで、内蔵の、トラックパッド使えなくなると思うんで、これをもうトラックパッドもすごい好き嫌い分かれるもので、本当にトラックパッド対応してる人はもうトラックパッドもうマウス使わずトラックパッドメインでガンガン使う人と、慣れなくてトラックパッドは使わずマウスだけで、iMac とか特にマウスだけっていう人いるんですけれども、私は二刀流ですね。この二刀流が最高にいいんですよね。で、トラックパッドは左手デバイスで使うという。やっぱね、こう横スクロールとか、あとピンチインピンチアウトとか、その Mac 独自の本当にスマホみたいな感覚で操作できるんですよね。めちゃくちゃ便利にね使ってるんで、それは外せないんですが、ただやっぱりメインのポインティングデバイスはちゃんとこうやって動かすタイプのマウスがいいので、なかなかこの使い方してる人ってねいるかもしれないですけど、今まで見つけたことはないですね。なんかそう、そのね、点キー、その単体の点キーを探してる時とかによく見るのが、左手デバイスとしてその点キーを使ってる人。私の場合そのキーボードとマウスの距離が離れるのが嫌だから単体の
点キーが欲しいってなってますけれども、結構単体の点キーを導入する人って左手で点キーしたい人が多いらしいんですよね。なのでマウスの右に点キーを置いてる人ってあんまいないんじゃないかな。点キーはね右手派なんですよね、私は。でさらに、このトラックパッドを左手で使うという、これもね使ってる人見たことはあるんですけれども、そんなに多くはないですね。左手デバイスでも、左手デバイスの結構トラックパッドって結構選択肢に入ると思うんですけれども、なかなかこのレイアウトで使ってる人っているんですかね。さっき買ってきたビール飲もう。セブンイレブンのビールを買ってきてみました。何気に飲んだことないかもしれないですね。サントリーのやつみたいなんですけれども、このセブンプレミアムのビール、おつまみはこれ、この完全にパッケージに惹かれて発見した感じなんですが、ビールにビーノっていうごま担々味っていうお菓子ですね。とにかくなんかビールに合う濃い味みたいな、とにかくビールに合うらしいですけれども、どういうタイプのお菓子なんだなこれ。かっぱえびせんみたいな感じかな。エンドウ豆、なんか食べたことあるかも。エンドウ豆のお菓子、なんとなく想像がついた。さすがセブンイレブンですね。めっちゃうまい。結構濃い味のビールですね。ちょっと濃いめの風味なんだけど、あっさり抜けてく。どちらかというとあっさりみたいな感じのビールで美味しい。多分これセブンイレブンだったらどこでも買えると思うんでね。いきなりビール飲みたくなった時に、このクオリティのビール飲めるのはいいです。そしてコンビニとかでビール買うと結構高いですけど、これなんと199円とかでしたからね。コンビニって大体普通にメジャーな、ブランドのビールでも300円ぐらいしたりしますけれどもね、これめちゃくちゃ安いので。確かにこのエンドウ豆のお菓子は前に食べたことありますね。だいぶ結構子供の時じゃないかな。子供の時になんか祖母宅でおやつに出てきた記憶がある。そしてなんかすごいうっすら担々麺の味がしますね。ほんとビールのおつまみって感じ。これ普通に私ちっちゃい頃も食べてたんで、普通にお菓子として売ってると思うんですけれども、これ本当に大人用って感じですね。この前買ってきた唐辛子ニンニク、これ会津のやつなんですけれども、本当はペーストなんですよね。ただ今回粉のものを買ってみて、よりねいろんなところに使えるようになってね、これもう本当に万能調味料なんですよ。すごいおすすめ。めちゃくちゃ大好物です。うまっ。寝る時間だぞポーさん。さて今日もこの燻製卵、これ締めかな。おうまっ。ちなみにこれがなんと言ったかな、7日燻製してるみたいですよ。1週間ですよ。すごくないですか。これはこれだけ美味しいわけだって思いますけどね。でなんかそれがね冷燻っていうやつみたいですね。そう先日燻製を始めてみて、で燻製ってなんか温燻、熱燻、冷燻ってあるみたいなんですけど、私はこの前温燻で燻製をしたんですけれども、冷燻っていうのがあるみたいで、その冷燻っていうのがね1週間ぐらい、燻製しとくみたいなんですよ。それでやってるみたいです。すごいですよね。1週間なかなか普通の家ではできなそうですけれども。よし、ということで出かけます。ちょっと暑くて冷房かけてダラダラしていたんですが、せっかくの晴れ間なんで外に出たいんで、暑いですが出かけます。
なんだかんだで1時間ぐらいサイクリングしてましたね。途中で休憩しようと思ったんですが、夢中になってたら結構なとこまで、すげえ14キロも走ったのか。ということで、ここは名取川、広瀬川の河川敷をずっと走ってきてて、でもここは名取川、あれだな、ここ高速道路っていうか、これ高速道路なんだっけ。長町方面から東北道に乗るときに通る道路ですよね。なんていうか忘れましたが、多分あれだな、地下鉄の南北線の車両基地があるあたりじゃないですかね。で、このずっと走ってきた遊歩道がここで終わっちゃってるんですけれども、調べてみたらこの橋一回道路に出て渡んないといけないみたいですね。ちょっと疲れたんで自転車降りてます。やっぱね、お尻が痛くなるんですよね、この自転車。このサドル、もうこれ変えろよって話ですけど、サドルがだいぶへたってるんで、ちょっと歩こう。ここに渡る橋がありましたね。そう、いつもここサイクリングするときは、あそこが多分あれですよね、東北温泉の手前のコンクリートのやつが新幹線の橋で、奥の白いのが東北本線とか、あと空港アクセス線の橋だと思うんですよね。あそこの手前で引き返したり、そこら辺からルートを外れて行くと長町方面に行けるんで、そこまでだったんですけど、ここまで来ることはなかなかないですね。ここがバイパスみたいな道路になってて、自動車専用道ですね。ここ教習所になってますね。あそこ工事してて通るのが結構面倒でしたね。一応ここがさっきのところの延長上のところなんですけれども、こっちになると結構住宅街の中っていう感じですね。あんま広々した感じじゃないですけど、違うな、ここじゃない。あそこ地下鉄通ってんだ。あそこ多分あれですよね、もう富沢の近くじゃないかな。先週行った丸源ラーメンがあるところ、なんかこっち行くといいらしいですね。ぐるっと回ってきて、全然来たことないですけど、ところですけど、あそこの自動車専用道の下をくぐっていく感じなのかな。なんでここつながってないのか不思議ですけど、緑の橋のあそこですよ、いたのが。ここが車両基地ですね。自転車で来たのは初めてだな。もういきなりここで終わりですね。結構来た。3キロぐらい来たかな。この細い道路。なんもないのにおっちゃんが来る。引き返してったなんもないことに気づいたんだな。もう秋保温泉の近くなのかな。ここずーっとこの道路沿い走ってきてますけれども、竹林ですね。ここは対岸、この対岸の方が良さそうなんですけれどもね、渡れそうな橋がないんですよね。とりあえずここ戻ろうかな。そう、結構ね、もう街からも外れて結構なんもないようなとこなんですが、この横に高速道路が通ってるんで結構騒がしいです。さて戻りますか。特に何もないので。ちなみにね、これ GoPro でタイムラプスをね、この動画の前に差し込んであったと思うんですけれども、今までこの GoPro は自転車に GoPro 装着するときはこの GoPro 純正のハンドルマウントを使って装着してたんですが、 GoPro この上にね、ハンドルの上に装着してたんですよ。でも下にしてみました。こんな感じですね。 GoPro 逆さに吊り下げてる感じ。ここでマウントして、なぜこうしたかっていうと、前までみたいに上に GoPro を置いとくと振動とか風とかそういうのにどんどん傾いちゃったりしてたんですよね。で結構気づくと GoPro が傾いてることあるし、編集時にプレビューすると結構空だけ映ってたり地面だけ映ってたりみたいなことがあるんですよね。やっぱ運転中常に確認してるわけいかないんで、って考えた時に、これ吊り下げた状態にしたら、今まで重力に逆らって取り付けてたけど、下に吊り下げる感じで装着しておくことによって視点が変わりにくいんじゃないかなって思ったんですけど、なんか確かに良さそうですね。こんだけ走ってね、全然気にしてなかったんですが、なんか全然大丈夫そうです。ちゃんと前向いてそう。見た目もいいですよね。上にボコって飛び出してるより、この下の方についてるんですよ。下の方につけることによってパッと見の見た目も良くないですか。なんか飛び出てるより自転車のもう一つのパーツみたいな感じで、もう一体化してる感じで見た目もいいし、運転してる時もね気にならないですね。やっぱりここにカメラあると、そうだ、今 GoPro でタイムラプス撮影してるんだなと思って、どうしてもここにあると気になるんですよね。そして視点がずれてないかとかって
確認したくなっちゃったりするんですが、ここにあることによって運転中に気が散らなくなって、今走ってた時ももう撮影してること忘れて走れたんで、こっちの方が安全かもしれないですね。気が散らない。で視点もずれたりしにくいので、それ気にする心配もないというね。なのでこれからはこの装着方法で行こうかなって思います。地下鉄が動いてますね。これ自転車に装着したまま撮ってるんですけど、やっぱここで通行止めですね。ぐるっとこれ行けんのかなと思ったら、ここで止まっちゃった。あそこなんですけどね、名取川の看板が立ってるところ、あそこまで行くのがね、ここに橋かけてくれればいいというか、ここのね、この緑の橋の脇に歩行者用の橋かけてくれればいいんだけど、これ渡れるのが一番いいんですけどね。これ人は通れないんで、多分で、そこのね下くぐってって、さっきの工事やってる交互通行のとこ通っていかないといけないですよね。なかなかめんどくさい。やっぱ快適にサイクリングできるのはあそこまでかな。東北本線の橋のとこまでですかね。そして高速道路沿いだとやっぱうるさいですね。さあ、ここが交互通行してるとこなんですが、この上の橋、ここに登ると良さそうですね。ここがそう言った通り、富沢駅のところに出る道路のあれですよ。この前の丸源ラーメンとかスタバがあるところの橋ですね。でもどうやって行くか分かんない。川からそれたら一気に街の中入ってきましたね。これですね、さっきの橋。ただもう今日は時間ないんで、次回行ってみよう、対岸は。ということでまた来ます。また来る理由ができた。もうちょっとご飯も食べたいんでね。もう3時半なんですけどご飯食べてないんで、多分記憶だとここまっすぐ行くとザモールのところに出るんじゃないかな。午前中結構暑かったんで、太陽も出てたんで暑いかなと思ったんですけど、外に出てきたらね、結構曇って太陽も隠れて涼しいです。太陽が出てた方がねすっきりしますが、この時期は暑いんで少し曇っているぐらいの方がいいですね。さて、久々にザモールに来ました。自転車止めることあるかな。これいつもここいっぱいなんですよね。結構お腹空いたんでラーメンでも食べようかなとどっかのお店で思ったんですけれども、時間も結構あれなんで閉まっちゃってるとこ多いしってなると、フードコートとかがいいかなと。せっかくザモールがあるので選択肢も広いし、フードコートの店だったらやってるでしょ。なんとか1で置いた。平日なのに全然止めらんない。このエビスケってお店にしてみましたね。なんかエビだしのラーメンみたいです。なかなか珍しいんですよね。父親が前ここでつけ麺食べてた記憶がありますね。ちょっと挑戦してみます。これすごい、もう2時間近くサイクリングして24キロ走ってます。そう、今日かなり走ったな。腹も減るわけだ。てかもう4時ですけど。濃厚エビラーメンっていうのを頼んでみました。大盛りですね。安い。1000円しなかった。でエビの匂いがもうすごいんですけど、食べる前から。そしてこのエビのなんか粉末みたいなのかけてきましたね。魚介ベースなんですけど、エビの匂いが、エビの味がバーンと最初に来るような感じで、エビってこんな味強いんだって感じで、もう思ったよりエビです。これはなかなか食べれないかも。こういう時やっぱフードコートはいいですね。楽ですね、どっかお店に入るより。また IKEA に来ました。この前足りなかった電池ねを買いに来ました。数日前に来たばっかなんですけど、こんなすぐ来るとは思いませんでしたね。せっかく近くまで来たんで買い物先ですね。レストランは行くかわかんないけど、私の体力次第。ショールームも通過するだけ。改装中だ。数日前に来たばっかなんだけど、なんか変わってますね。こういうのとかちょっと変わってる気がする。この数日で変わった、そんなことあるんですかね。本当に照明コーナーまでパスしてきちゃいましたね。これだね、単4、これかな。2つ。この炭酸のやつはなんか容量が2つあるんですね。多分うちちっちゃい方だな。これで統一すればいいでしょ。結構エコだし。気づいたけど単2単1はないんだ。単3単4だけなんですね。あんま使わないですけどね。で充電器はこれ1つあればどっちも充電できるんで、結構安いな。前もっと高かった気がするんだけど買いやすい。この充電器もね699円、前1000円ぐらいした気がしたんだけど、このドライフラワー49円になってる。ちなみに今日はファミリーカード持ってきましたよ。これレストラン行かなかったからここで軽食食べてこうかな。プラントベースドッグっていうのと
ソフトクリーム。ケチャップかけるの、これソフトクリーム持ってると大変ですね。IKEA のソフトクリームとかもいつぶりだろうっていう感じ。プラントベースなんで牛乳使ってないんですよね。なので不思議な味で、これもベジドッグっていうのでお肉使ってないみたいですね。これは初めて食べるかも。これ中に野菜が詰まってて美味しい。いいですね、ファーストフード。久々に使いましたけど、ただいつも混んでるんですよね、ここ。でもコスパだけは最強で130円でしたよ。自分で作るには安いかも。空が怪しいな。雨降んないかな。長町方面に来るときいつもアップルの経路案内使ってきてたんですけれどもね、なんかすごい裏道的なところを通って距離を少ないとこねっていうルートをいつも指示してもらって、完全にそれ覚えたのでナビ使わなくてもいけそう。やっぱね、太い道通ると混むんですよね。特に駅前。今日もね、久々に駅前通ってこっちの方来たんですけれども、やっぱ混んでましたねちょうどお昼の時間だったからかもしれないけど、本当はアップルの経路案内って便利で、結構そのね、移動手段によって最適なルートを教えてくれるんですよね。その車とかだけじゃなくて徒歩とか自転車とかで、そう自転車も結構その自転車に特化した経路案内ってしてくれて、どれくらいこう高低差があるかとか坂があるかとかで、本当距離よりもその上り坂とか優先で考えてくれたりとか、そうやって交通量少ないところを案内してくれて、自転車だとだから住宅街の中とかも行けるんで、そういうところを案内してくれるんで、結構アップルのマップは優秀です。よし OK。 一瞬ポツポツ雨来たんですけど止んでくれましたね。よかった。洗濯物干してたからね、ちょっと汗が出たからシャワー浴びたいんですけれども、なんかもうすぐ配達が来るんで、来たらですね、歩数はそんな言ってないですね。自転車、そうか、自転車は歩数にはカウントされないか。ただアクティブカロリー1274。やっぱ結構動いてますね。よし、じゃあこの電池開けましょう。今日休館日にするつもりだったんですが、レモンサワー入れてきちゃいました。でちなみになんか炭酸水、ハイボールとか作る時もそうなんですけど、炭酸水入れる時にこの氷に炭酸水注ぐ時に氷に当てないように注ぐと炭酸が弱くならないらしいです当たり前、これ常識かもしれないですけれども、初めてやってみました。確かに強いと思えば強いのかな。もう劇的な変化はない。 AAA っていうやつ、日本でいう単4ですね。 750mAh。 これ2つ買ってきましたね。レディートユースって書いてあるんだと、充電して何度も使えるっていう感じですね。はい、こんな感じの電池。炭酸のやつは持ってて使ってるんですが、単4はなかったんで買ってきました。はい、喉かいたからこの前買ってきたこのセンサーライトに入れようと思って買ってきました。3本なんで、これ1本っていうことなのかな、この 750mAh っていうの。だから2250で合ってますかアンペアはあるっていうことなので、このライト1個だったら結構持つんじゃないですか。いきなりついた。こんな感じですね。若干暖色っぽいですね。真っ白い中光色のライトを想像してたら真ん中ぐらいですね。その暖色と中光色の間ぐらいの、違和感ないぐらいの明るさの。これ充電した方がいいのかな。でもとりあえず入れちゃおう。もう一つ。はい、これどのくらい消えるまでどのくらいかかるんだろう。シンクの下のこの食料がいっぱい入ってるところ、ここ暗くて探すの大変だったので、壁面のところに行こうかな。こんな感じ。やっぱ2箇所つけないとダメかな。2箇所つけます。でこれ賃貸のライフハックなんですけど、こういう両面テープとか貼り付けるときに、この養生テープね、貼っとくと剥がすときに粘着が残らない。養生テープってよく緑色のやつが主流だと思うんですけど、白いやつが一番目立たないんで、これの上にね、粘着系は貼ると賃貸でも安全です。でピタッと手入れた時にどんな感じでつくかっていうのを見てみたいけど、これ一回消えないとダメですね。どんぐらいかかるんだろう。消えた1分ぐらいかな。ちょっと開けてみます。開けた瞬間につくのかな。すごい、開けた瞬間につくわ。そうか、扉これが動くからね。なるほど、これは便利だ。じゃあもう開いた時にはついてるって感じですね。こうヒュッて手入れた時につくのかと思ったら、開けた瞬間に開くんで、もう人間は何も意識せずにいいって感じですね。でこれマグネットなんで、電池交換する時はこんな感じで外れるんだ。ここにもポチッと。結構明るくなった。これで選ぶ時もこれ全然こうやるの見えなかったんですけどね、こうやって選ぶ時も見えます。でね、結構こっちを開けることが多いんですよね。なのでこっち側
逆側にもつけたんですけど、こっちね、こっちしか開けない時も反応してくれるといいなと思ったんですけど、こちらのライトの光に反応してこっちもつくって感じなんで、こっちだけ開けても両方つきます。すげえ、これ思ったより便利。配達完了？あれ置き配にしたんだっけ？じゃあシャワー浴びてもよかったじゃん。あったあった。来ましたよ。ちょっとこれはあれだな、メインチャンネルの方で動画撮りながら開けたい。その前にシャワー浴びてこよう。ベッタベタ。夕飯は餃子。足りなかったんで2杯目は猫ママです。来ました。ついにキーボード。今回キークロンの K2 というキーボードを買ってみました。前持ってたキーボードとね、めちゃくちゃ見た目は似てるんですよね。前持ってたのが K3 だったんですが、こちら K2 です。何が違うかっていうと、このキーのストロークがこっちは深いタイプ。前のはロープロファイルのものだったんですけれども、なので少しごつくなってます。打鍵感はもうめちゃくちゃいいですね。最高すぎます。もうこれ使ってね、もうより Vlog の編集もはかどるんじゃないかってか、もう作業全般ね、このデスクワーク全般やりやすくなると思いますよ。いや、ベッドの次に長い時間を過ごす場所なんで、ここのものが変わると結構でかいんですよね。